正直タスク管理僕上手ですっていう人あんまったことないですよね。ままず集中してはい整理しましょうと、それを分類した方がいいと思うんですね。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、ということで本日もよろしくお願いします。お願いします。本日もビジネススキルの初級編としていろいろちょっとお話をお伺いしたいんですが、本日のテーマがタスク管理。はい。苦手な人多いですね。タスク管理のちょっと極意について今日は深掘っていけたらなと思ってるんですが、はい。そもそも、アップルさんとかでもやっぱこういうタスク管理っていうのは結構徹底されていますか？正直タスク管理僕上手ですよっていう人あんまったことないですよね。あんまったことないですか？みんな悩んでんじゃないですかね。はい。今日はじゃあ、よくある悩みはいと解決策、はいみたいなことを少しお話できたらいいのかなと思います。自分もタスク管理得意だよと言ったことはないですけれども、はいでも割と困ってはない。整理はできてると思いますね。ははい。ちょっと一個ずつ話していきましょうか。はい。よくある悩みとか何ですかね。なんでしょうね。自分ごとに置き換えた場合だと、まずタスクが多すぎて1日の書き出すことすらできてない。タスクが多すぎて要は整理できてないと思うんですよ。そうなんですよ。やるべきことが多すぎて、はい。どこから手をつけていいかわからないとか、そんな感じですか？タスク管理に対してかかる時間が多分膨大すぎて頭の中で整理しちゃってるって感じですね。だから抜け漏れとかがかなりある。やばいですね。はい。はい。まず集中してはい整理しましょうと。はい。まず整理するとこから始めますと。うん。なのでその時間はは是が非でもちょっと最優先で取りましょうっていうのが一つ目ですね。はい。書き出した方がいいんですかね？もちろんですね。あメモの話のところでもお話したんですけど、あ。はい。頭で覚えることって限界があるので、はい。頭だけで全部覚えるっていうのは無理ですし、うん絶対おすすめしないんで、うん。うん。書きましょうと。書くっていうのは別にノートでもいいですし、スプレッドシートとか使ってもいいですし、そういう管理ツール使ってもいいと思うんですけど、いきなり整理できてない状態で管理ツールをすぐ使おうと。管理ツール使ったらできるんじゃないかって魔法のように考えちゃう人多いんですけど、それは無理なんで、一旦そうですね、書き出す。はい。メモとかスプレッドシート使いながら、バーッと書くというところからじゃないですかね。ああ、なるほど。まずその一つ一つ何をタスクで持ってるかっていうのをだから書き出すと。はい。それを分類した方がいいと思うんですね。分類。はい。ほ例えばじゃあ自分が人事ではい。タスクの流度がはい。面接みたいなですね、話だとしましょうと。その面接っていうものは分類すると、僕よくやるのは大中小みたいにまず分けちゃうんですよね。面接っていうのは大が人事、人事。中が採用、小が面接。大分類、中分類、小分類みたいな感じで分けるんですよ。こうやって分類するとグルーピングできるんで、整理しやすくなります。できればその後は優先順位をつける。優先順位をつけるっていきなり言うとやっぱできないっていう人が出るんで、できないです。分類の続きなんですけど、そのタスクの重要度かける緊急度みたいなものを活用して、優先順位を明確にします。なのでまずそうですね、結局重要度と緊急度のマトリックスは4つしかないので、重要なのか重要でないのか、緊急なのか緊急でないことなのか、これを 1,2,3,4 ということで分けていって、この時点で重要でない緊急性がある、重要でない緊急性がない、いわゆる 3と4のパターンに入るところなんですけど、もう全部捨てますね。全部捨てる。全部捨てる。一旦全部捨てる。捨てるのが怖かったら、とりあえずそれこそパソコンで言うならゴミ箱みたいな感じで、一旦そのゴミファイル、ゴミフォルダみたいにして、そこに投げちゃうと。まずそれいらないの捨ててきますね。はい。で、残ったものをそれぞれのタスク、当然そのタスクって何のためにやってるかって順番を考えると、結果を出すためにやってますよねと。ということは、その結果の目標を定めてますよねと。目標イコール結果、出したい結果を達成するために
そのタスクのインパクトの大きさと時間軸も設定してきますと。例えば、この目標、結果を出すために、このタスクをやることがインパクトの大きさどれぐらいあるかと。わかんなかったら1、2、3とか、1、2、3、4、5とか、3段階か5段階ぐらいでとりあえず書いていくと。あとは時間、すぐ終わるタスクと、ちょっと時間がかかるタスクってあるじゃないですか。例えばそれが3ヶ月とかなのか、1ヶ月なのか、1日なのか、1時間なのか、時間軸も入れていくわけですね。これらが全部だから分類とか、タグ付けみたいな話をまずしますと。その一つのタスクが大分類、中分類、小分類で分類されてグルーピングします。でそれぞれのタスクに重要度、緊急度を当てながら、先ほど言った重要でないものを捨てます。で、残ったものに対して結果を出すために、そのタスクのインパクトの大きさをレベル付けして、で時間軸を入れていきますと。こうやってまず整理しますよね。なるほど。そこまでちゃんとできたら、もう割と優先順位って結構明確なんですよね、多分。なので、やるべきことの優先順位をつけますと。まずこれが、そうですね、必要ですよね。なるほど。はい。ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになります。この動画が気に入ったら、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。